どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話しさせていただきたいと考えております。合気道、体操、若き日に天心真陽流柔術、野球心眼流柔術などを学び、さらには野球新影流剣術、各武術の修行にも精通し、武田宗覚と出会い、大東流合気柔術の門下に入り、それまでの古来の各流各派の武道の生成、その後大本教の宗教観を武道に取り入れ、独自の工夫を加えて和語、万有愛語などを理念とする合気道を創始したという上島森平。身長は156センチにして、幼少の頃よりそのさまざまな武術武道の修練および軍隊での激しい鍛錬などによって北海道開拓に参加しての伐採作業により合力と呼ばれるほどのパワーを誇っていたり、体重は20歳の時で75キロを誇り、坂道を転落した芭蕉と上まで押し上げたなどの逸話も残っているといいます。あの講道館柔道の創始者加納治五郎をしてその演武を見て、これこそ真の柔道だと称賛したといいます。その後は柔道家、力士、ボクサーの名だたる豪傑と安倍健志郎、健龍、ピッソン堀口らにも打ち勝ち、30人の牧剣牧獣を持つ憲兵らにも勝利し、天津さえピストルさえ避けたとも言え、あのグラップラー化けの渋川豪輝のモデルとして有名な塩田剛三に九段の審査を受けさせた際、ホッケーを持たせるも一歩も動かさず格の違いを見せつけたという話さえあります。さらにはいよいよ今はの際とも言えるほど病状が悪化し、自分で便所さえ行けなくなった折、突然起き上がり稽古を行うと宣言し、止めようとした屈強な弟子4人、その両能海なの一振りで後方の庭まで投げ飛ばしてしまう。塩田剛三曰く真の武人と言わしめた大丈夫です。塩田剛三言わずもがな、さっき述べた漫画で世間一般にも浸透した達人の域に到達した武道家、モデルとした作者板垣圭介は再起の塊、爆笑した顔に狂気を感じた。体中が地雷原のような人とされ、柔道無敗を誇っていた学生の先生の言葉で上島森平の道場に立つ、投げ飛ばされ弟子当て身が7割の実践専門見と、単純な腕力に関しても毎日腕立て伏せ250回くらいこなし、懸垂もその気になれば300回。あの柔道界で木村の前に木村なく、木村の後に木村なしと歌われた史上最強論にも上る木村正彦と、体重差40キロにもかかわらず腕相撲3回やって2回勝ったの、10回やって10回勝ったの、いずれにしろ勝ち越したというから衝撃だと言えるでしょう。やはり三部少林拳、空手に柔道、ボクサーらと無数の勝負を繰り広げ勝ち抜き、その実力は海を越えてあのロバート・ケネディが見学に訪れ、その際にボディーカードをねじ伏せた話はあまりにも有名である。そしてボクシングの無敵のチャンピオンマイク・タイソンさえ教えを請うレベルだったといいます。そんな2人は師弟関係の中で幾度も立ち会ったといいますが、その中で塩田剛三の談により師匠である上島森平に許可状、もっと力を入れる、そ
どれくらいしか力がないのかと焚きつけられた。そのチャンスに力を入れるふりをして上島守平が力を抜いた。そこにさっと乗っかり、その上島守平をコトンとひっくり返してしまう。そんなバカなという顔をして見分けられた。一本取ったと得意まで、後にさっきの技は見事だと褒めてくださったというエピソードが語られていたりもします。果たしてそんな2人の立ち合いが私の知る限り唯一見られる映像があります。それは上島守平71歳頃の映像と言われ、旧愛機会本部道場にて1954年頃のものとされているといいます。そこでは上島守平がそれこそ縦横無尽、まるで重力なんかないんじゃないかと思わせるような凄まじい棒術さばきを見せており、鉄白の気合、突きの鋭さはある種筆節に尽くしがたいものがあると言えます。さらにその棒を使い掴んでくる相手を投げ飛ばし、まさしくその棒も自分の手足の一部とし、奥義ともいえるものを見せつけています。そして続く複数人とのやり取り、初めの人間を軽くいなし、続く相手を振り回し、果たしてその最初の相手の攻防、そして2人目の時に向かおうと立ち構えている人間こそがその塩田剛三その人ではないと言われていると言います。自らの出番を待ち、ステップにして、そして2人目が振り回されているところに踏み込もうとして衝突しそうになり下がり、そして再び掴みかかっていたと身を翻しての右腕の一振り、畳に叩きつけられる。個人的にですが、さっきの2人の戦いの時は実際に投げる時には次の相手に手が向いているようでしたが、塩田剛三ではないかというこの人物だけは叩きつけられる瞬間まで確認しているというのがなんだか思うところがある光景と感じられました。その後5人がかりで掴みかかるも一瞬で振るほど、そして誰より先に起き上がり掴みかかっていったのはやはり塩田剛三と思われる人物でした。その勢いのまま投げ飛ばされるもひるむことなくまた皆と息を合わせ上島守平を囲む。わずかな時間の映像ではありました。その中で本人たちが語っていたその事実、それを見ることができて非常に貴重な映像と言えるでしょう。私はこれからも常人には理解しがたい神秘とさえ言えるその武の極致、それを見せつけてくれた達人たち、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。